ビネット、それは魂を乗せて作ったキットの世界観を演出する最高の舞台。さらに固定せず様々なポージングで見せるビネットを今回は作る。どうもダーティーです。今回はベルセルクのガッツのための台座ビネットを作っていきます。ガッツ自身の制作動画も別で上げているので、そちらも見ていただければと思います。いろいろ並べていますが、材料はほぼ100円均一で買えるものだけです。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1、土台の塗装。早速で申し訳ないのですが、めちゃくちゃ失敗しました。ニスを塗って木目を生かした土台を作ろうと思ったのですが、表面が紙でできていてめちゃくちゃ弾かれてニスが垂れて汚いことになりました。なので水性ペイントで真っ黒に塗りつぶしていきます。これも1回では綺麗に塗れなかったので、乾いたら塗ってを3回繰り返して真っ黒にしました。こんな感じですね。で、こんな失敗をするような僕でもできるビネットなんで、ほんと簡単なのでぜひ皆さんも挑戦してくださいね。フェーズ2、切り出し。ではまずキットに付属のスタンドを土台のペン立ての幅に合わせてカットしていきます。今回スタンドの差し込み口をペン立ての端の内側に合わせて作っていきます。まずマーカーで切る箇所にラインを引いていきます。こんな感じでアバウトで大丈夫です。ではラインに合わせてカットしていくんですが、信じられないくらい硬くてめちゃくちゃ苦戦しました。最終的には少しずつカットしていくことでなんとか切り出せましたが、ニッパーの刃が心配なので2軍のニッパーを使うことをおすすめします。こちら切り出し粉ですね。本当にぴったりに合わせずにアバウトで大丈夫です。フェーズ3、造形。ようやく下準備が終わったので造形していきます。用意するのは使い捨ての器、水、普通の水道水です。そしてトイレットペーパーです。まずトイレットペーパーを器の中にちぎって入れていきます。そこに水を足していきます。水の量はペーパーが吸ってくれるぐらいの量です。それを手でちぎってほぐしていきます。これぐらいの細かさで十分です。ではここに木工用ボンドを加えていきます。量は結構多めにこれぐらい入れました。ここからは机が汚れるのでラップを巻いたカッターマットを敷いて、さらにゴム手袋をして作業していきます。次に紙粘土をトイレットペーパーより少し多いくらい加えてしっかりと混ぜていきます。仕上がりはこんな状態です。それをまず土台のペン立ての底に詰めて埋めていきます。こんな感じで少し多めにのせてしっかり押し込んで敷き詰めて、上はこんもりはみ出すぐらいの量がいいです。粘土を詰め終えれば上に切り出したスタンドの土台をのせてギュッと押します。スタンドのはみ出して粘土がついていない部分に粘土をのせていきます。それが終われば次は上側にも乗せて完全にスタンドを粘土で覆い隠していきます。アームを刺す穴だけは粘土をつけないようにしてくださいね。で、こんな感じの付け具合で OK です。次はバークチップを乗せていきます。こんな感じに粘土に圧着する要領でつけていきます。で、次にチップをつけようとすると隙間ができるのですが、そこで残っている粘土を足してチップを貼り付けていきます。紙粘土にボンドも足しているので隙間を埋めるのと接着剤との両方を兼ねています。こんな感じにバークチップ自体に粘土を乗せていきます。ここでもしっかり圧着していきます。あとはどんどんチップをつけていきます。で、トイレットペーパーは何のために入れているのかってことなんですが、
ゴツゴツした岩を作りたいのに紙粘土だけだと滑らかすぎてしまうので、表面が荒れるようにするためにペーパーを入れています。で、貼り付け後はこんな感じでジップは同じ向きにして断層のようにしておきます。次にボンドを容器に移して爪楊枝を使ってジップが取れそうな箇所や隙間などをボンドで補強していきます。ここまでジップをつけていくとどうしても外れそうなものが出てくるので、ここでしっかりと固定して後でポロポロ落ちるのを予防するためにも重要な作業です。そしてこちらは補強も終わって丸1日乾燥させた状態です。落ちることなくしっかりと固まってくれました。フェーズ4、塗装。では水性ペイントで真っ黒に塗っていきます。水で薄めて塗っていくのですが、塗料は濃いめの方が乾いた後透けたりしにくいので水は少なめにしています。で、複雑な形状なのでいろいろな方向から見ながら塗り残しがないようにしていきます。表面を塗り終えれば少し小さめの筆でしっかりと隙間部分も黒く塗っていきます。そして塗り終わりですね。これで塗料の乾くのを待ちます。ほぼ乾燥したのでもう一度チェックしていきます。塗料の光沢で見えなかったところが塗り残してあったり、表面張力で塗れていなかった箇所が見つかると思います。さらに細い面相筆で塗れていない箇所をしっかりとピンポイントで塗っていきます。ようやくこれで下地は終了です。次に岩に見えるように白と黒の塗料を使って塗装をしていきます。まず濃いめのグレーを作ってペーパーで塗料がほとんどつかなくなるぐらいまで拭き取ってドライブラシでグレーをのせていきます。ドライブラシではなく普通に塗装してしまうと初めの塗り残しのように黒だけがすごく目立った仕上がりになってしまうので手間はかかりますが、ドライブラシでグラデーションをかけるように色をのせていきます。こちらドライブラシ終了後です。なんですが、さらに白を先ほどのグレーに混ぜてもう一段階明るいグレーでドライブラシしていきます。さっきのドライブラシの半分ぐらい色をのせる感じでやっていきます。かなり手間ですが、比較するとしっかりその成果が見て取れます。これで岩の塗装は完了です。エクストラフェイズテクスチャーペイント。これで完成でもいいのですが、土台をもともとは木目を生かした仕上げにしたかったので、真っ黒だと少し寂しいので、情景テクスチャーペイントのダークアースを塗っていきます。中身はこんな感じで本物の土のようなテクスチャーをつけることができる優れものです。これをスパチュラを使って広げていきます。はじめはツルツル滑って全然テクスチャーが乗ってくれないのですが、全体的に伸ばしていくと少しずつ下地ができてきて、しっかり乗るようになります。ぐるっと一周テクスチャーを乗せれば、最後に横にさーっとスパチュラで鳴らして線を引くようにして模様をつけていきます。これでようやく完成です。このテクスチャーペイントは100円では買えないのでエクストラフェーズとさせていただきました。黒塗りのままでもいいし、模様を描くもよしでお好みでやってみてください。ではキットを乗せて見ていきましょう。ではアップです。今回は使う材料も少ないですし、工程数も少なく簡単にチャレンジできるビネットを作りました。土台だけなのにしっかり雰囲気作りができてかっこいいし、ディスプレイするのも小スペースで済むのでいいことずくめですね。いかがだったでしょうか。初手でいきなり失敗はしてしまいましたが、そんな僕でも作れますし、キットを固定しないのでいつでも好きなポーズに変更できますので、ぜひチャレンジしてみてください。このガッツのヤンキー反りがめちゃくちゃ映えます。で、
もしこの動画が良かったと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。